では今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、死期が近い人のサインっていうテーマなんですけど、以前和尚さんが人生がうまくいかずに孤独な亡くなり方をされてる人の話をされた時に、ゲートが開いて悪魔が入られたのではっていうような表現をされてた時があったんですけど、和尚さんとして、その人が亡くなるタイミングとかにその心に悪魔が宿るとか、そういったことがあると思われますか？それはないかなと思います。ある意味その人生の卒業ですよね。魂の世界に旅立たれるって考えれば、その悪魔が宿るっていうよりも、もし悪魔が宿っているんであれば、よく言ういい死に方じゃないとか、そういう感じですよね。やっぱその悪い妄想とか観念を持ってる、誰か人を恨んでる、なんかこうやるせない気持ちで亡くなってる、そういった悪意っていうように、やっぱり悪の心、マイナスの陰のネガティブな心を持ってしまうと、やっぱりいい亡くなり方というか、やっぱ最後苦しまれたりとかする場合もありますけども、だけどもやはり、死っていうのは一つの人生の卒業だと考えれば、死が怖いっていうのはもちろんありますけど、誰しも。でも死っていうのはある意味、人生のお疲れ様、次の世界に旅立てる、魂の世界に旅立てる、仏の世界に旅立てるという意味では、その悪魔とか悪意とかっていうよりも穏やかな心になっていかれるんじゃないかなと思います。死の直前っていうのはね。はい。死の直前に何か嫌なことがあったりとか、そういう方が亡くなったって聞くと、何かこうそのままこう悲しい気持ちがそのまま続いていくんですけど、リセットするみたいな感じなんですかね。そうですね。だからその亡くなる前にいろんな思い、例えば自分でやりたいことできなかったとか、やるせないとか、誰かやっぱり恨み抱えたままとかってなると、やっぱりその思いを引きずっていかれる方もいらっしゃるわけなんですね。だからその自分で作った思いが自分のその、呪いをかけるんじゃないですけど、自分のそのマインドコントロールですよね。その自分の作ったそのマイナスの思いの中に自分が閉じこもってしまっている状態になるんですよ。そういった領域作っちゃうんですよね。その領域の中に自分が、マイナスの領域の中に自分がこもってしまう。そこから抜け出せない。生きてればその自分で作ったネガティブな領域、例えばマイナスの心とか、今日楽しくないとか、怒りとか不安とか、やっぱ悲しみとか苦しみっていう領域を作ってしまうと思ってください。そういった箱、それを作って、その箱の中にこもっている状態なんですよね。でも生きてればそれを抜け出すことができるんですよ。ところがやっぱその箱を抱えたまま亡くなってしまえば、その領域から抜け出すことができなくて、その自分でかけた呪いみたいなもんですかね。呪縛みたいなものを、その呪縛みたいなものを作って、その中にずっと閉じこもった状態になってしまわれるわけ。でもそこを破ってあげるのは本人ではもう無理なんですよね。なぜかって言ったら、この世にもう存在しないから。やっぱこの世にいるから、私たちっていうのはお腹空いても何か食べるとかね、今日腹立っても明日なったら笑えるとかっていうのは、やっぱ生きてるからなんですよね。やっぱその思いを作り上げた、その思いの中にこもってしまうっていうのが一番抜け出せない。生きてる私たちでもやっぱ一日悩んでる、何かについて悩んでれば、その領域の中にこもってしまうんで、なかなかね、一人で抜け出すことは難しい。だけども友達とか親友とか家族とか、やっぱ大切な人たちがそこから引っ張り上げてくれるっていうのと同じで、なかなか自分で抜け出すことは難しい。やっぱ亡くなる方もそうやと思います。亡くなる前にいろんな自分の想念、そういった領域を作ってしまえば、その領域の中にこもってしまっている状態になる。じゃあその領域を破ってくださるのはもちろん本人ではなくってね、周りの家族であったりとか、やっぱ心の付き合いができている身近な人たちだと思います。家族、親友、大好きな人、大切な人たちが思いを分かってね、その領域をから助けてあげようという行動を起こしてみられることですよね。だから心のつながった人、例えば自分が亡くなって、じゃあ大好きな彼女がまだ健在やと、今この世に生きてらっしゃると、じゃあ彼のことを思って今日ね、美味しいもの食べに行ったりとか、今日彼はあそこ行きたいって言ってたから一緒にデートしてる気持ちで彼の行きたかった場所に出かけてみるとかね、今日も彼女が笑顔で生きてるっていう姿がその領域から抜け出せる方法なんじゃないかなと思うんですよ。安心を与えるっていうかな。やっぱり生きてる私たちでもそうですよね。その領域の中にこもってしまっていると、
やっぱその誰か安心させてくれたらそこから抜け出せると思うし、ただ生きてるから行動できるからこそ抜けれるけど、やっぱり亡くなった人ってのはその領域の中にはまってしまえばなかなか抜け出すことが難しいと思うんですよね。思いの中にいるっていうか、思いの中で生きてるというか、だからその領域を破ってこそ初めて魂の世界にたどり着けると思うんで、それはやっぱり身近な人しかできないことだと思います。なので亡くなる前誰もが死がやってきますけど、亡くなる前にはやっぱり亡くなるというか、もう私たちは死に向かってますんで、生き方ですよね。やっぱそういった悪い思いを作らないような生き方ができること。でもそれは人の悪口言ったり陰口言ったり人を否定してみたり非難してみたり、なんか寂しい生き方苦しいなと思う自分で自分の生き方を制限したり、誰かや何かのせいにして生きない生き方ができてこそ、その死の間際にね悪い領域を作らなくていいんじゃないかなと思います。やっぱおかげさまって言われる生き方ができることじゃないかなと思いますね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths will lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。